デジマートディーパーズビュー、今回はボックストーンベンダーマーク3ファズをご紹介します。以前ご紹介した、ソラサウンドトーンベンダーシリーズの中から、このボックスマーク3タイプだけをフューチャリングしてみます。実は今日3台ありますが、これそしてもう一つ3つあるんですけど、この何が違うのかというのをまずご説明しましょう。まずこちらのファズなんですけど、こちらは前回ご紹介しました、パークのファズサウンドとソラサウンドのトーンベンダーと一緒にご紹介した個体です。でこのモデルより一つ前のモデルというのがこの、リバースボードと呼ばれる、モデル。これはですね、回路的には同じようなものなんですけど、まず基板が裏表逆になっているっていうのと、ちょっとね荒々しいサウンドなんですね。でそのあたりをちょっと今日音でご紹介できればなというふうに思います。そしてもう一つがですね、こちら見た目ほとんど一緒なんですけども、実はシリコントランジスタバージョンです。でシリコントランジスタバージョンになって音がどう変わったかということも含めて、あまり弾き比べで聴ける機会がないと思うので、弾き比べというか聴き比べができる機会がないと思いますので、今回は同じモデルなんだけど音がどんだけ違うのかというのをこのディーパーズビューでチェックしていただければなというふうに思います。お楽しみに。それでは早速サウンドチェックに参りましょう。まずはボックストーンベンダーマーク3の中からリバースボードと呼ばれている初期のタイプをご紹介します。このファズというつまみなんですけども、それ以降のモデルと異なり、左側に回した時が一番歪まない状態で、右側に回していくとどんどん歪んでいくという風な変化をします。ここが違う点ですね。まずバイパスの音からですね。では、オンにしていきます。はい、いかがでしたでしょうか。それ以前のですね、この前にあったボックスのトーンベンダーというとマーク2タイプと言われてるやつなんですけども、こちらの方が断然荒々しい感じの音だと思います。トレブル側に回していくとですね、もうほとんどジャパニーズファズのようなヒステリックな歪み考えられます。ちょっとゲインも下がっちゃいます、音量も下がっちゃいますけども、かなりヒステリックなサウンドで、ベース側に回していくとウォームなといえばそうですけども、ウーマントーンといえばそうですけども、すごく荒々しい中でも使い勝手のいいファズサウンドが得られるんじゃないかなと思います。でこのファズというこのゲインもですね、半分、時計でいう3時ぐらいまではすごくスムーズに動くんですけど、フルにするとかなりコンプレッションというかゲートがかかったような音になって、でもその音もかっこいい音がするなという印象があります。これシングルコイルで弾くとまたちょっと印象が変わるので、ちょっと次はシングルコイルで弾いてみたいと思います。
では同じく、リバースボードのトーンベンダーマーク3を今度は、このジャガーで弾いてみたいと思います。ブリッジピックアップで弾いてみます。いかがでしたでしょうか。ハンバッカーだと結構こうギュッと音が詰まって潰れちゃう部分がシングルコイルだとそこまで潰れなくて使えるかなというふうにも思います。ただこうやっぱコード弾きなんかだとちょっと音がこうなんていうんですかね、こう固まってしまう一塊の音になっちゃう感じがするので、このペダルを使う時はやっぱこうリード用とかなんかこうシングルノートを弾いた方が合いそうなイメージですね。はい、続いては、前回もご紹介しました、ボックストーンベンダーマーク3のいわゆる一般的なバージョンですね。ゲルマニウム3発のバージョンです。はい、いかがでしょうか。先ほどのリバースボードに比べるとだいぶこう音がどっしり安定した感じに聞こえると思うんですけども、まさにこれこそが当時、ソラサウンドが目指していた音だと思うんですね。安定したファズの音を供給したいということで、こちらのバージョンにこう移行していくんですけども、そのまま使い上がってのいい音になっているというふうに感じられます。せっかくなのでシングルコイルでもちょっと弾いてみたいと思います。はい、では先ほどと同じくジャガーで、ちょっと音を出してみたいと思います。はい、シングルコイルでもやっぱり安定した音だと思います。先ほどの、リバースボードに比べるとザラッとしたところがよく出てくるので、こうコードを弾いても分離がよくというかちゃんとこうエッジが立って聞こえるというところもポイントかなというふうに思いました。はい、では続いて、ボックストーンベンダーマーク3のシリコンモデルをご紹介したいと思います。このモデルの特徴はですね、トランジスタがゲルマニウムからシリコンに変わったというのが一つあるんですけども、パッとですね見た目的にも変化があります。まずこのインアウトの関係なんですけども逆になっています。それ以前のモデルとは、右側がインプット左側がアウトプットです。このボリュームは同じくこう左から右に回すと音量が上がっていくんですけども、このトーンですね、これが逆になっています。左側がベース、右側がトレブルという形になっています。それとこのファズという、ゲインのつまみも、やはりこの01から上げていくとこう
ゲインが増していくというように、先ほどと逆ですね。これが見た目でわかるシリコンと、ゲルマの違いなんですけども、じゃあ実際音はどうなのかということで早速チェックしていきましょう。ちょっとですね、この音も少し元気があるように感じるんですね。まずオンにしてゲインが0の状態から始めてみます。はい、いかがでしょうか。まず一番分かりやすく違うのはこのゲインの可変による音色の変化ですね。スムーズにゲインが上がっていくんですけど、この半分を超えたあたりからとてもローがボワッと暴発してくる感じ、このサウンドは他のトーンベンダーマーク3にはない特徴だと思います。そしてトーンもかなり極端に効きます。ガラッと音色を変えるという形で、ベース側にすると、他のトーンベンダー MK すると同じように若干ゲインが上がった感じもするんですけど、ここのゲインとは異なるその変わり方というかですね、それも面白いところなんじゃないかなというふうに感じました。同じくですね、このレスポールだけじゃなくて、ジャガーシングルコイルドもチェックしてみたいと思います。はい、いかがでしょうか。シングルコイルの方がどちらかというと相性がいいかもしれませんね。ファズのキャラクターがとても前面に出てくる印象です。ただですね、やっぱりローの出方がすごい特徴があるのは変わらなくて、これもしかしたらなんですけど、結構この時期ベーシストもエフェクターを使いたいっていう人が多くて、よりベーシストに向けたというかベースにもチューニングを合わせていったんじゃないかなっていうような印象もあります。もしですね、このトーンベンダー MK3 のシリコンバージョンを見つけたベーシストの皆さんはぜひ試して感想を聞かせてください。はい、これまでボックストーンベンダー M3 の音をチェックしてきましたが、とても使いやすいペダルだなということがお分かりいただけたかなというふうに思います。結構ですね、他のペダルとの相性もいいです。ソラサウンド製の M3 の前後にペダルを配置して、他のペダルとの相性なんかもちょっとご紹介したいかなというふうに思います。まず、ギターからすぐ、レッドラーマー、これオーバードライブですねにつないでいます。これはそれほど極端なオーバードライブセッティングというよりは、バイパスの音、それにレッドラーマーをオンにします。ちょっとローカットでハイを足すような感じなので、これ別にレッドラーマーじゃなくても極端なこと言っちゃうとグラフィックイコライザーでもいいですし、もしくはいわゆる OD1 系すごくシンプルなオーバードライブでも同じだと思います。続いてカタナブーストなんですけど、これも単純にボリュームを上げるだけに使っています。もう
クリーンで使うとそんなに何のために使うのぐらいのセッティングです。これが M3 と一緒に組み合わせて使うとどうなるかというのを聞いてみてください。ちょっと雰囲気出しにリバーブをかけます。この状態でもいい音なんですけど、欲を言えばもう少しギターの音をガッと前に出したい、存在感を出したい、そういう時にレッドラーマを踏んでみます。この巻き弦のゴーンっていう感じがすごく前に出てくると思います。そして刀ブースト、これは単純にレベルを上げて5音ファズに仕上げてくれます。単体でももちろんいい音がするんですけど、ちょっとこうダウン中にドロップ D でこうラウドな感じにしたい時はこの刀ブーストがあると急に音がグッと締まって前に出てくる。これも別に刀ブーストじゃなくてもグラフィックイコライザーでも構わないと思いますけど、このいわゆるトーンベンダーの後につないだペダルでゲインを上げる、レベルを上げるということですね。そして手前に置いたレッドラーマは、ローをカットしてすっきりさせてちょっとだけゲインを上げてあげる。こういったコンビネーションで音像をすごく前に押し出してやることができると思います。で今このシングルコイルでやりましたけど、いわゆるレスポールでもう少しこう正統派な音作りはどうなのかっていうのもちょっとやってみたいと思います。はい、ではレスポールバージョンです。レスポールの場合はですね、このトーンベンダー M3 のファズという原因を半分ぐらいまで下げましたが、あとは変えていません。リバーブも少し薄くしています。このぐらい。いかがでしょうか。このトーンベンダーをですね、あえてファズっぽく使わずに、クランクアップしたスタックアンプのようなセッティングにして、レッドラーマでゲインをブーストして、刀ブーストでこの音量を上げるというような使い方にしてみました。これだとですね、割とブルースロックみたいな方にも使えると思いますし、いわゆる本当に多彩な音作りができるセットだと思いますので、このトーンベンダー持ってらっしゃる方以外でもですね、このいわゆるトーンベンダー M3 タイプのファズを持っている方だとこういったコンビネーションでいろいろな音が作りやすいと思います。デジマートディーパーズビュー、今回はボックストーンベンダー M3 を3台ご紹介しました。いかがでしたでしょうか。やっぱりこの見た目がほとんど同じなのに、これだけ音が違っちゃうというのも、ちょっと知っておいてもらいたいかなというふうに思います。70年代のロックギターサウンドというか、そういう音はもう全部カバーできるんじゃないのっていうぐらいのサウンドで、これ以上例えばもっと激しくだったらこの手前にオーバードライブを置けばいいし、もっとラウドにっていうかもっと低音にパワーをとかそういう感じだったらこの後にクリーンブーストとかイコライザーでちょっと欲しい帯域をついてあげればとても存在感がぐっと増すようなペダルだと思いますので、使い勝手が本当にいいと思います。はい、というわけで、今回はこのなかなか珍しいと思いますシリコンのいわゆるボックストーンベンダー M3 と、これかゲルマの M3、 そしてリバースボードの M3 という3種をご紹介しました。で実はこのトーンベンダーの M3
関連というかですね、ここから発生したペダルというので、ディジートーンというペダルとかバズアラウンドっていうペダルとか、またいかついペダルが実は控えてるんですね。でそのあたりもディーパーズビューで今後ご紹介していきたいと思いますので、ぜひ、合わせてチェックしてください。